もう町暮らしはいいなっていうので、田舎暮らしする上で石川県っていうのはいいなと思ってたので、愛着はでもありますよ。パートナーみたいなもんですからね。包丁なかったら仕事できないですからわらなんですけど、こういうところに来てくれるってだけでもちょっと普通じゃないじゃないですか。僕からしたらもうただただ感謝というか。ありがとうございました。今日営業ないので、明日使うための寿司のものだったりとか、今日使う魚じゃないものを買って、野菜とかがメイン。どうしようかな。うちの村だけで水は引いてるんですけど、その水も美味しいんですよ。美味しいんですけど、塩素が入っているので、僕からしたらやっぱちょっと違うなって感じがあって、ヨーロッパとかで昆布だし引いたりとかカツオだし引いたりしようと思ってもいいだし出ないんですよ。水に溶き出さないんですよ、うまみが。でもこの水は軟水なんで、そういう意味でカツオとかが、カツオ節とか昆布のうまみがちゃんと出てくれるというか。お餅の鮎泳いだままでもらってきて、生きたままでもらってきて、だから日中もそんなに川の温度が上がりにくいっていうのと、鮎やっぱ暗いところが好きなんで、だからちょっと暗くて、この上からこの石を乗せるんですけど、そうしてあげることで落ち着くというか、ストレスもあんまなくかからない。そうだったら時期に酸素がなくなって死んじゃうんですよね。すみません、だいぶ見づらいかも。ちょっとだけ見ますね。これでこのまま中に沈めていきます。リビング兼ここをどうしてもお客さんが通ってもらわないとダメなんで、まああんまりね私生活感を出ないようにはしてますけど、まあ多少ね出てしまってるんですけど、こういう建具で全部ただがもう柱はあるんですけど、壁が一切本当に全くない家だったんで、まずこの壁を作ったりとか、カウンター作ったりとかするのは僕一人じゃ無理なんで、兄貴が宮大工やってるから、宮大工の彼が休みの時に来てもらって一緒にやったりとかして、まだビフォーなんですよ。まだほとんど触れてなくてタクシーも出てきてないんですけど、なんでそのままで残ってるというかわかりますかね。この家はね、実家が石川県の、輪島市三井町よろみってとこなんですけど、もうすんごい山奥です。で町で暮らしてきて、もう町暮らしはいいなっていうので、田舎暮らしする上で石川県っていうのはいいなと思ってたので、僕釣りも好きなんで釣りもできるし、自然も豊かだし、食べ物も美味しいしっていうので石川にしようと思ったんですけど、で Google マップでね、何もないようなところをここら辺の集落探して、休みの日に車で走り回って、いい家があったら区長さんに直接言って、大家さんと連絡取れないですかってことで直接探してたんです。今の大家さんと知り合いだっていう人が話を聞きつけてくれて、よかったらつなげてあげるよってことで
ここら辺に家を持ってる人だからっつって紹介してもらったのがこの家だったで、最初の第一印象最悪で、僕もこの家の前通っててこの家も知ってたんですけど、その調べをしてる時に、でもいやまあこれもご縁だなと思って入らせてもらおうと思って、営業をするってなったら営業日から逆算して野菜やったりとか、その直前ではできない魚の仕事とかを今日のうちにやってしまわないと間に合わないんですよ。だから今日の間に7割6割7割ぐらい仕込みを終わらして、まあ多いですけど結構ほぼ使います。これが僕が一番最初に買った包丁、出刃包丁買ってこいっつって先輩に言われて、分かりましたっつって休みの日に買ってきたのが合い出刃包丁で、おろし用の出刃なので普通の出刃包丁と違うんですよ。お前それ合い出刃やないかっつって言われたんですよ怒られたんですえ、合い出刃と出刃って違うんですかって違いが分からない。愛着はでもありますよ。パートナーみたいなもんですからね。包丁なかったら仕事できないですから本当に。本当に多いのよ。はい。かつらむきにしてくずを打って湯がいたらね、ちょっと麺みたいになる。あんの中にね本わさびを少しだけちょっと溶いてますので、ちょっと爽やかに召し上がっていただけるかなと思います。お出汁がね、なんていうんですかね、もうアナゴかうなぎは白焼きで毎回出させてもらってるんですけども、富山湾のアナゴ白焼きになってますね。で手前ちょっとだけ乗っかってるのが柚子胡椒になってまして、相性がいいのでちょっとずつつけながら召し上がってください。失礼します。夜勤をねキスもあるんですけど、はい、近江町に行って今ね中央に入れないので、ものによってここでお願いしてとかいう風な感じでね仕入れをさせてもらってます。わらなんですけど、うちの大家さんがね布をやっていて朝掛けで田んぼを作ってくださってるんですけど、その大家さんがにお願いして毎回
藁を取っといてもらうんですよ。カツオで、手前が輪島のカマス、左が七尾のケンサキイカ。両面からね半分ぐらいまで切り目を入れさせてもらって、真ん中の層が甘いので舌で感じてもらうために切り目を入れさせてもらってます。でその上が北海道のサンマ、新物のサンマで、ちょっとね脂が乗ってきたので美味しいかなと思って、今日ね使わさせてもらってます。でその上が先ほど言ってた小松のキス、切り身だけちょっとだけ塩をつけて、つけすぎ注意なので、上からねすだちをキュッと絞ってもらって食べていただけたらなと思って。持ってきてもらうんじゃないかな。やっぱり夏といったらハモとアユみたいなね、もう定着してしまってまして、僕自身もね食べたくなるので。雪平をストンと落とすことないんですか？でもいつもこれをやってる時にそのイメージがパッとなんか悪いイメージ出てきます。正面がこちらですよっていうような意味でしたり、お客さんの正面はそちらですよっていう意味でしたり、まだどなたも触れられてませんよっていうような意味があるんですよね。こういう切り引きをね、お水なんですけども、はい、引かせていただいてます。します。やらせてもらえたらなと思います。綺麗にかわって。じゃあちょっと野菜多めでお付けさせてもらいますね。僕のあれになってしまう。あんまり温度が高すぎてもダメでして、なんかその卵かけご飯みたいな。ちょっとね。だからこの。掛川ですね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当に待っている。ありがとうございました。だいたいこういうところに来てくれるってだけでもちょっと普通じゃないじゃないですか。だからその時点で僕らしたらもうただただありがたいというか、ただただ感謝というか、まあそれでね喜んで帰ってもらえたらもうベストだなと思います。にゃ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 、今日も頑張りましたよとなら。世界中のお客さんが驚く。すごかね、なかなか。はい。美味しかった。
おっちゃんがおらんようになってもね、みんなで仲良くこの状態でねやっていけばいいなと思ってます。浜に海水とこれでちょっと醤油を加えて煮るやつ、いわゆる漁師さんたちが普通食べるような食べ方。いろんな余分な味付けしない。これは手がアワビや同じサイズじゃないとダメで、お客さん同士揉め事になるもうそうそう、アワビとサザエは必ず一年中必ずだろ。はい、もうごめん、これ持ってって。あいつがもうって言ってな、俺の孫。ここにサイン書がある。用意しとった。こんなものね。後ろはしれっとこう、見えんとこに。こういうと普通撮ったことないもんな。テレビとかな、撮ったことないとぞ。おっちゃん
ちゃんと決まったのセットの仕方がね、順番とか配置とかこう並べ方とか独自に決まってるの。これ柚子胡椒作れたよ、これ自分で。ほら、これは柚子胡椒、醤油もポン酢もか全部自分で調整しよんの。ここでいいよ。平正ブリの種類だ大したこっちゃ。ここやるぞ。ぐしゃぐしゃ切ってあっとこ、料理中あっとこ。それがいつも飲める。はい。はい。15あたりはいきます。じゃない。17個持って帰るからね。お子さん持っていくか。お子さんを。じゃないやろ。寿司やろ。5月の17お昼。YouTube 見出しっていう人はね、若いもんが多い。若いグループはほとんどが YouTube。ロシア語とかな、ポルトガル語もあったな、フランス語もある。もう中国語もちろん。もういろんな国の言葉が書いてある。ミシュランみたいな格好してるんやろ。このお写真ね。さあもうぼやけちゃう。これが食用物に出とったらこの指が曲がっとんの。ほら。うらうらうら世界中のお客さんが驚く。しょっちゅうこうやるよ。ほらこの状態。だけんもう自然に指がほら曲がってしまうわけ。自分の手と比べてみろ。お前の上これしたな。これはいいかもしれん。大丈夫よ。ここの手がいいけ。あんたと今電話しよったかって電話なるんだったら。高田しよう。ガタガタ。いいや。殺人以外は何でもやってる。どうこれに醤油をついて食べてください。柔らかい。いいよ。不安になります。
もうヒレカツ古代米、唐津の菜畑という字から出たやつ。イカの沖漬け、超高級です。どこにこことはシースーということであそこに京都になそんな命昔は水ぼうそうって水たまる中国の味噌。これでね、この料理が終わり。ありがとうございます。最高。福岡県の筑豊から来ました。友達からの紹介ですね。その友達はここにもう2回も来て、もうリピーターというかね、1回行ったらいいよというところで来ましたよ。想像以上ですね。アワビの酒蒸しもなんか柔らかいで美味しかったですね。アワビとか硬いと思ったらね、歯がサクッと入ってね。さっきのちょっと見とったっちゅうね。これでいくか。こうして。うん。こんなもんかな。うん。これと。すごかね、なかなか。回してあ、やっと会えて嬉しかったって。はい、ありがとうございます。考えたらね、結構ああ、すぐに予約できると思ったけど、1年以上、なかなか難しかった。ダメ元で電話してみたら、予約、たまたまキャンセルが出たから、空いてるところに予約が入れることができるラッキーだと思ったって。でもすごく美味しい。無人島だから普通の感覚ではない。美味しい。それでおじいさんも優しくて感動しました。影響がありました。また来たいなと思ってます。1年後かな。すごく美味しかった。おっちゃんがおらんようになってもね、みんなで家族仲良くね、で地域の人にもね、みんなで仲良く食べていけるような、それからね、楽しみにね、みんなが来てくれるような施設にそのままこの状態でね、やっていけばいいなと思ってます。めんどくさかったから
タチウオ、ここが赤いと鮮度がいい。このエラーが、これ白いとダメ。カニ、当たりガニ、これだな。でかいやつだけ取って、ちっちゃいやつはリリース。資源保護、でかくなって取る。取りすぎない、取りすぎないように。これが白サバフグ、毒がない。これはそれはウチワザメ。よし、終わり。お店をやろうとかは提案したのは俺、魚が安いと、じゃあ高く売る方を考えないとってなった時に自分で加工する。で干物を作りました。で干物が売れました。でこれ食べれるところないのってお客さんから言われた。じゃあ食事どころやろうか、予約制の。でだんだんお客さんが溜まってきたからお店を建てた。別にこの寮で食えてるわけだから、僕が今37だけど37年間寮だけで食えてるから、そこに副業プラスアルファしたらいいじゃんっていうだけど、挑戦してみたっていう。叩いてたやつはちょっと毒がある魚なので、ちょっと先に気絶させて締めるっていう感じですね。ちょっとそうですね、もういろんなところからお客様がいらっしゃるのはね、すごく嬉しいことですね。じゃあさばいていきます。まず魚をですね処理して、柵の状態にするっていう形ですね。本カワハギ、ウマヅラハギと本カワハギとありますよ。
普通に結構いい値段しますよ、これだけで。で塩コショウもかけないんで。タイですね。でタイに似てるんですけど、バリっていうお魚で、もう揚げてすぐ食べないと臭くなるようなお魚になっております。でタイの皮なし、タイの炙りですね、とカンパチとアジですね、とカワハギとタイの炙りですね、イカと、カワハギの肝になっております。島の郷土料理のヌタイ、イカのヌタイになっております。あら汁になっております。タイのお煮付けになります。タチウオの唐揚げになってます。今日は北の方からこちらの方にそうですね、ちょっとこう静かなところで食べたいなだったり、魚、島ちょっとググってみたら行き着いたのがこちらだったという感じ。一番はやっぱ刺身ですね。これすごくこう身がね、美味しいです。
紅サンゴが入ってます。チーズケーキに。黒糖焼酎が奄美大島でしか作れないです。あ、私やばいと思います。いってらっしゃいです。紅サンゴの長所もこのケーキに練り込みたくて。おんちゃんに会いに来てる感じです。太陽みたいな。カレーによって変えてます、スパイスは。お味噌汁レベルだと思う、向こうでは。奄美大島は魅力的なものは何かと言われた人だと思います。今からチーズケーキを作ります。香取さん、これ大好き。虫が多いんですよ、島は。今日は6時です。クリームチーズと卵とか材料を常温になるまで待ちます。はい、これ紅サンゴです。これ入りです。紅サンゴが入ってます。チーズケーキに。黒糖焼酎の種類ですね。種類っていうか一つですね。私はすごい香りが他の黒糖焼酎に比べていいと思ってます。ウイスキーみたいなシェリーダルで寝かせてるんで芳醇な香りがします。深い感じがします。黒糖焼酎が奄美大島でしか作れないです。これクリームチーズです。私はやっぱり北海道産を使ってます。やっぱ濃厚ですね。お菓子作りには向いてると思ってます。これは紅サンゴと同じ紅サンゴっての黒糖焼酎って黒糖からできてるんですけど、それと同じ黒糖を使ってます。石灰を入れて普通は黒糖って固めるんですけど、これとこれは全く入ってないものでほろっと溶けます。練ります。あ、私やばいと思います。やばいですよ。これやっぱり飲食が長かったので隠してかっこいいですよね。筋肉つきやすいなと思います。これは蜂蜜です。それで割ろう。パティシエの方が見たらびっくりするかもです。割と自己流というか、パティシエの友達はいて相談とかよくしますけど、自分の好きな感じしかでも作れなくなりますよね。そしたらでもね、自分が好きなやつ作るのが楽しいんですけどね。もう一回卵投入しますよ。黄身だけです。深い味。これも紅サンゴと一緒の産地です。宇検村っていうところの卵を使ってます。ここから50分です。山も海もある素敵なところです。なんか余計なものあんま入ってないです。入れます大好きな紅サンゴです。バニラっぽい香りがするとか言われてるので、できればこの紅サンゴのいいところ、長所もこのケーキに練り込みたくて、なんか本当に紅サンゴのケーキバージョンみたいな
焼酎なんでやっぱお酒の飲まれる方しか知らなかったりとかするじゃないですか。いろんな人に知ってもらいたくて、スイーツ好きの女子とかお子様にもちょっと食べてもらえるようにチーズケーキの中に入れたらどうかなと思って開発しました。紅サンゴと自家製のシロップに黒糖のシロップにつけたクランベリーですね。取れ高案件です。これ中の、ね、泡があるとこう穴が開いちゃうんですよね。ぷくぷく中の空気を出してます。下に叩きつけたりしてちょっとずつ出てくるんで。いってらっしゃいです。奄美大島の開運酒造っていう紅サンゴを作ってる会社の奥様なんですけど、あともともとうちのお客様で私の作るものとかをすごい美味しいっていう角度じゃなくて違う角度からすごい褒めてくれるお客様で、私もすごい印象に残ってて、いろいろこう一人で試食とかしてたらだんだん味が分からなくなってくるんですけど、開運酒造さんに相談させていただいたりとか、本当に焼酎を作ってる紅サンゴを作ってる工場の方に試食をしてもらって意見をいただきながらやっと完成しました。全然もうちょっとお酒っぽくても大丈夫かもとか、もうすごい細かな意見いただいて全部取り入れました。はい、焼き上がりました。あえてこのなんか緩くしてます。やっぱ中っていうかちょっと半生みたいな感じにとろけますね。ここのたこ焼き屋のおばちゃんです。ここがすごいお世話になってます。ありがたいです。たこ焼き屋さんです。もうずっとあります。こんにちは。こんにちは。いつも子供たちが私の仕事が遅いので、ここでテレビを見せてもらって待たせてもらってます。うちの子が来た時に、テレビすごい楽しそうに見てたから、じゃあまた見に行けばっていうのがきっかけだけど、そうやっぱ持ち帰りでもここにずっといることが多かったから、そしたら声をかけてくれたんですよ。買わんでもいいからテレビだけでも見においでって言ってくれて。やっぱり可愛い、すごく可愛いね。もうなんかどんどんやっぱり女の子してきてはいるけどね、可愛いです。全国の山ちゃんもとってもお姉ちゃんになる。ありがたいです。はい、松島さんでした。ありがとうございます。いつも来てくれる、毎朝来てくれば毎朝、はい、こうやってコーヒーを買いにお話ししたいお話をしながら朝のルーティン。そうです。毎朝のルーティンです。タバコを吸いながら。今日もがっつり当てましたイベントが2日連チャンあって徹夜ぐらいで働いてしまって、帰り道にドドドドドドドでこっからもずっと一回ここでもうしまわれません。島側ですね。タンドリーチキンです。ヨーグルトとスパイスとでニンニクとかの。ここで15万ぐらい。島も家電も高い。その配送料とかの
理想量ですかね。ナッチというか。うちは一切小麦粉とかも使ってないんで、全部野菜の水分でとスパイスだけで作ってます。クローブ、オールスパイス、カルダモンです。一個一個際立ってすごい香りがするんですけど、多分ブレンドされると意外にまろやかになります。マイルドになります。調和されていきます。カレーによって変えてます。スパイスは。いや、なんかこれぐらいの分量でちょっカレーのルーですか？固形のやつ。とお味噌汁レベルだと思います。向こうでは。糖を入れてます。マンゴーです。夏に採れたマンゴーを冷凍してずっと入れてます。甘くなります。フルーティーな。お水も入れてないです。野菜だけのエキスの方が絶対薄まらなくて美味しくないですか？絶対。で、お塩も白の海水100%のお塩入れて。ミネラルたっぷりです。なんかいくら食べてもなんか上がらないとか聞きます。血圧が。これ中はでも島のウコンなんです。実は沖縄の時もありますし、そうです、島のウコンです。あとはチリです。シナモンです。3、4時間煮込んで、粗熱取って1日必ず寝かせます。生では毎日です。なんと共通するところが多くて、年も一緒ですし、で広島出身なんですけど、岡山にも住んでたことがある。のんのおすすめ、今日は何っていうカレー。大好き、美味しいです。スパイスとかもすごい使ってて、なんかすごい食にこだわっているっていうところがありがたいですね。体にもいいし、っていうパンもそうですし。これは朝の炭のパンです。ヘンプです。それこそ大麻なんですけど、大麻の葉っぱはダメな部分じゃないですか。木の部分を炭化してパウダーにしてるのを買ってます。宮古島から。のんちゃんに会いに来てる感じですかね。カレーも美味しいけど、ちゃんと話しに来る感じ。お互い子供がいるので、子供のことが基本多いかな。のんちゃんのイメージ、明るい。なんか太陽みたいな。落ちてても明るくしてくれる。奄美大島は絶対的に人だと思います。魅力的なものは何かと言われたら人だと思います。やっぱ優しいですよね。みんな自分の家族みたいに接してくれますね。困ったことがあったらすぐ背をたしなめるっていうのが多分その根底にみんなあるというか、つながりとかは全然関係ないし、ただ本当にこの場所に居合わせただけなのに、あ、じゃあこれから一緒にツアー行こうよとか言ってツアーに出かける方もいらっしゃいますし、隣同士のお客さんとかが普通におしゃべりしたりとかしてるのがすごいやっぱ私は楽しいです。